はい、皆さんこんばんは。本日はですね、マルシンの P210 ヘビーウェイトモデルをご紹介したいと思います。はい、まず購入のきっかけなんですけれども、この銃をちょっとですね見た時にですね、この見た目に非常に興味を惹かれました。名称のですね P210 という名前を聞いてですね、これはオールドガンだというふうに思ってですね、ちょっと実銃について調べてみました。実銃はですね、1949年にシグ M49 としてですね、スイス軍に正式採用されて、その後ですね、さらにデンマークやですね、西ドイツ国境警備隊、そういったところにも採用された銃になります。その後民間用としてこの P210 の名称で販売されて、後のですね CZ75、この銃にもですね大きな影響を与えたと言われています。生産するのにですね、実銃では非常に手間がかかるということなので、実銃のお値段は非常に高いというふうに言われています。調べているうちにですね、このマルシンから出ているヘビーウェイトのですね少し艶消しされた見た目、あとこの形状ですね、これに惚れ込んでしまって購入してしまいました。はい、手にした印象になりますけれども、非常に重量感があります。私のはヘビーウェイトモデルなので、重量はですね 756g あります。はい、あと見てですね思うのはですね、見た目が非常に CZ75 に似ているというふうに思いました。あとですね、全体のシルエットがですね、とても綺麗だなというのが特徴的だと思っております。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、まずマズルになりますけれども、こちらは 9mm 弾の形状になります。このマズルの中ですね、ライフリングは切られていません。はい、フロントサイトは固定式になります。非常に細い形になっています。あとですね、ここに反射防止のセレーションが入っています。はい、リアサイトも固定式になります。フロントリアサイトともにですね、ホワイトドット等は入っていません。はい、左側の刻印はこの通りになります。シリアルナンバーとですね、あとシグのマーク、あとですね P2106 という文字が入っています。このエアガンはですね P210 の1から8の中からですね、6がモデルアップされております。はい、スライドストップは左側のみになります。こちらは金属製になります。こちらリリースするとですね、こんな感じでちょっとですね、ゆっくりな感じがします。はい、トリガーも金属製になります。トリガープルはですね、トリガープルは軽い方だと思います。このトリガーですね、中にですねネジがありまして、そちらを回すことでトリガーの作動量を調整することができます。はい、セレクターは左側のみです。こちらはですねコッキングしなくてもですね、このセーフティに入れることは可能です。はい、グリップはですね、こちら木製に見えますけれども樹脂製になります。はい、あとこちらシングルカラムということもあってですね、非常にですね細くて握りやすいですね。はい、あとマガジンキャッチはですね、このテーブにあります。こちらを引くとマガジンをこの通り取り出すことができます。この形状はですねワルサー P38 と一緒ですね。はい、こちらワルサー P38、こちらもここのテーブでマガジンを出す形になります。なんとなくグリップの形状も似てる感じがします。はい、あとですねグリップのですね左側の方にライン&リンクがついています。はい、右側の刻印はこの通りで、このチャンバーのところにですね、見えますかね、Q パラっていう文字と、あとシリアルナンバーが入っています。はい、あとですねスライド上部、ここにですねセレーションが入っています。あとですね、はい、あとこちらにですねスイスの紋章が入っているのが特徴的です。これ非常にかっこいいですね。はい、マガジンはこちらになります。マガジンの相談数は12発になります。これはシングルカラムの細いタイプのマガジンになります。このマガジンですね、ワルサー P38 のマガジン、
ちょっと似てる感じがしますよね。こちらもシングルカラムなんですが、リップのところがね全然違いますし、あと後ろも放出バルブの位置も違いますね。はい、それで通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちらですね、このハーフコックにしてそこまでスライドを下げて、このスライドストップレバーを引くとこの通り分解が可能になります。はい、リコイルスプリングはこれ二重のスプリングになってますね。はい、でこれ取るのに結構ですねコツがいてですね、ちょっとこのバレルを斜めにしてから抜くような感じになりますね、この通り。はい、でこちらインナーバレルとアウターバレル、これも簡単には取れなくて、逆にインナーバレルはですねもう斜めに右側に斜めにするとこの通り抜けます。でアウターバレルもこの形状だとこのまま引っかかって抜けないので、少しこれもこうやって回していただいてですねやると簡単に抜けます。はい、こちらヘビーウェイトのスライドなので結構重量はあります。あとアウターバレルはですね、これは樹脂ですね。はい、で、こちらはインナーバレル。インナーバレル先端は少し太くなってる形状になっています。はい、でここでホップレバー、マイナスドライバーで調整するような形状ですね。はい、でリコイルスプリングは先ほど言った通り2つ二重な単字で、これスプリング自体は、スチールですけどガイドとはスチールじゃないですね。あとですね、この機関部もですね、これあんまりスチールのものはないかもしれないですね。あとですね、特徴的なのがこうやって分かるように、スライドをですねフレームが包む形状、これは前もご紹介したCZ シリーズと同じですね。逆に CZ シリーズがこの210の影響を受けたというふうに言われています。それでは元に戻していきます。元に戻りました。全体の感想になりますけれども、まずはこの見た目のかっこよさが際立っているというふうに感じました。この見た目非常にかっこよくないですかね。形状やですねスライドをフレームが包む構造などですね、全体の雰囲気はCZ75 に似ているというふうに思います。私はCZ75 持っていたんですけれども、動作がちょっと不安定で売ってしまったので、持っていればですねちょっと比較してみたかったなというのが残念です。今回ヘビーウェイトというモデルで、重量もあって、スライドの質感はですね少しざらついていて、あと色はですね黒のマットな感じもですね非常に渋くてですね、オールドガンの良いところが出てるんじゃないかなというふうに感じました。命中精度はね非常にいいと思います。あとグリップもですね非常に握りやすくて打ちやすいというふうに感じました。リコイルはですね、今回ヘビーウェイトモデルでもですね少し物足りなさはあります。特にですねスライドストップをリリースする時なんかはですねこれリコイルスプリングが弱いんですかね、ちょっと違和感を感じるぐらいのレベルでした。ただですねシングルカラブのマガジンのガス圧ではですね、これ以上リコイルスプリングが強くできないのかもしれないですね。
あと今季節的には秋なんですけれども、マガジンの冷えが早くてですね、やっぱり冷えるとですね、ブローバック量が足りなくて給電ができないということがありました。シングルカラムのマガジンなので、今回実写シーンもお送りしますが、その時の実写もですね、マガジンをちょっと温めてから行っています。あと弾速もですね、動画ではですねマガジンを相当温めてから測っているんですが、それでもですねそんなに高い方じゃないんじゃないかなというふうに感じました。ちょっとですね打ち味については、多くの期待は持てないと思いますけれども、それを上回る見た目の良さをですね、やっぱり所有欲っていうところは満たしてくれる銃だと思いました。オールドガンに興味ある人、あとですね綺麗な銃をコレクションしたいという方にはですね非常におすすめのエアガンだと思います。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。